ドラマ CD 新魔国でもクリスマス。陛下。ずるいわギュンター、この話は私が聞いたのよ。セリ様、この件はこのギュンターにお譲りください。私は陛下一筋なのです。あら、私だって国内では陛下一筋の純情可憐な乙女ですもの。譲れるものですか。異国には星の数ほど愛人を持たれている方が何をおっしゃいますやら。妙齢のご子息がお三方もいらっしゃるのに、純情可憐な乙女とは片腹痛うございます。恋する時はいつだって乙女なのよ。魔性の子持ち女性フォンシュピッツベーグ卿ツェツィリエ女王陛下は、新魔国随一の美形と称されるフォンクライスト卿ギュンターと並んで城の廊下を歩いていた。これが競歩だったらかなりの記録が出るんじゃないかって速さだ。手には葉のついた小枝を一本ずつおれんばかりに握りしめている。セリ様は俺の前の魔王で、ギュンターは王佐というか教育係だ。コンラート。ギュンター母上、何ですか。二人して額に枝を貼り付けてみっともない。ああ、二人ともちょうどいいところへ。灰の中に埋めておいた栗が焼けたところだ。陛下もお呼びしてお茶にしますか。コンラート。何か何かではありませんよ。なぜこのような重要な情報を私に黙っていたのですか。そうよコンラート、母親である私に隠し事をするなんて許せなくてよ。隠し事？心当たりがありませんが。そんなはずないわ。あなたと親しい厨房係の女の子、なんて言ったかしら。頬が桃色の可愛い子よ。あの子から聞いたんですもの。ああ、エーフェのことですか。彼女が最近覚えた子羊のブドウ酒には絶品だけど、まだ完璧な出来じゃないから、みんなには内緒にしてくれと頼まれていて。そうではありませんよコンラート。陛下のお育ちになった地球での重要な季節行事の情報のことです。季節行事？ああ、もじれったい。クリスマスのことよ。クリスマス。クリスマス。ああ、年末のイベントのことですか。それが何か。意地悪ね。とっても素敵な習慣があるって聞いたの。素敵な習慣というと？コンラッドことウェラー卿コンラートは俺の保護者兼ボディーガードだ。アメリカにいた時に俺の両親と会ったらしく、実は名付け親。フォンビーレフェルト卿ボルフラム、略してボルフはコンラートとは父親の違う弟で、俺との関係はというと、異文化コミュニケーションって難しいよな。世界は違っても動物の方が心が通じ合うような気がしてきたよ。なんだよ青、すげえ久しぶりじゃん。元気でいたか？お金はあるか？友達できたか？今度いつ帰る？って俺はサダンが自己紹介ってのも今更だけど、俺の名前は渋谷優里。渋谷が有利なら原宿は不利なのかよとか耳たこなチャチャが入らないのは、東京ローカルなネタの分かる人がいないからだ。っていうかここ日本じゃないし地球でもないし。俺はごく普通の家庭に生まれて、ごく普通に育ち、ごく普通の野球好きな高校生になった。だけどたった一つだけ普通じゃないところがありました。俺様は魔王だったのです。剣と魔法のファンタジーがライブ感覚で味わえる異世界新魔国で第27代魔王をやることになりました。とっくにブームも過ぎちゃって王様ゲームさえ未体験だったこの俺がいきなり魔族のキングだよ。6畳の自分の部屋さえ片付けられないこの俺がいきなり一国一城の主だよ。血明城なんて物騒な名前の城だけどさ、まあ27はいい数字だよね。心の師匠伊藤さんの背番号だし。とかなんとか自分に言い聞かせながら、俺は初めてこの城に来た時に世話になった奴との再会を楽しんでいた。今まさに恐ろしい企みが進行中だなんて、モテない人生16年目の野球小僧が気づくはずもない。じゃあな青、次こそ俺を落とすなよ。
こら、袖引いたってダメだ。お前にベロベロ舐められてベトベトになっちゃったんだぞ。バトルロデオやるのはまた今度だ。ほら、髪に噛みつくなって。ダジャレじゃねえぞ。こら、そら、頭をバックリと。いやクリスマス前夜には枝の下に立った二人は口づけを交わさなくてはならないでしょ。なんて素敵なのかしら。そういえばそんな決まりもあったような。クリスマスイブに、当日もだったかな、宿り木の下ではキスする権利があるんだか義務が生じるんだかは忘れたけど、まあ確かにありましたね。でしょ。で、その額に当てた小枝が宿り木なのか。それはちょっと違うような。でもこうしていれば相手が私の前に立てば必ず木の下ということになるでしょ。セリ様に遅れを取るわけには参りません。私ことギュンターもこうして枝魔族としてですね。情熱的な口づけを交わすのよ。母上、口づけというのは誰とです？誰って決まってるじゃない。陛下よ。陛下。ということは有利の婚約者であるこの僕を差し置いてあいつとキスとやらをしようとお考えなのですか？他人は俺たちのことを魔族似てない三兄弟などと呼ぶけれど、血は水よりも濃いというか、やっぱり通じる部分はあるんだな。例えばこのゴゴゴゴゴという地響き部分、爆発までの時間が短いから気づかれないが、長男が感情を押し殺している時と確かに同じ音がする。いくら最愛の母上といえど僕の存在を無視したユーリへの連母は許せません。いや、母上だからこそより一層許すわけにはいきません。ユーリが古式ゆかしい方法にのっとってまでも求婚した相手は他ならぬ僕です。それは母上もご存知のはずでしょ。もちろん見ていたわ。あなたたちが正式に愛を誓い婚姻関係を結ぶなら挙式の際の承認にもなるつもりよ。でもねボルク、それとこれとは話が別。あんなに可愛らしい陛下を独占したら真の陛下の罰が当たってよ。セリ様もボルクラムもレセンにどちらも大人げないですよ。ここが一つ陛下の補佐役であるこのギュンターに一任するということで。お前が一番大人げない。ちょっと待った。3人とも落ち着いて。そもそもクリスマスというのがどういった言われを持つ行事なのかご存知なんですか？知らないわ。実は私も。そんなもの僕には関係ない。いいですか？クリスマスというのは陛下が育った地球という世界の伝統的な宗教行事なんです。地球にはいくつもの宗教があり、何人もの神が存在する。その中の一人、ジーザス・クライストという方が。クライスト？フォンクライスト教ギュンター。はい？私と何らかの関係がございますのでしょうか？ないってこんな後そんなにきっぱり。だからジーザスの生誕祭がいわゆるクリスマスなんですよ。言ってみればみんなが口づけだキスだと騒いでいるのは異国の神を称える祭りごとということです。誇り高き魔族として生きるべく平素より心がけている我々が神王の御心を離れてまでも異教徒の神の祭りに湧き立つのはいかがなものか。それをみんなに問いたいですね。俺は行事の言われを知った上でも宿り木だキスだと騒ぐのなら俺としてももう愛が全てよ。愛よりも重要なことなどこの世に存在するわけがないわ。さすがですゼリ様。伊達に年を食われているわけではございませんね。いやーね、美しく弱いを重ねたと言ってちょうだい。いやだから俺が言いたいのは。では今度と正しいクリスマスの作法とやらを今すぐ伝授してもらいましょうか。クリスマスの作法というとツリーやプレゼント以前に賛美か礼拝、カードとか。それで宿り木の使い方は1年間の罪を懺悔する必要もあるんだったかな。無礼講なんですよね。誰がどこで行ってもよろしいのですか？早い者勝ちなのか？僕としては先着1名様限りで他の誰にも触らせたくないのだが。宿り木の下でキス
だけを知りたいみたいだな。やだ、枝が落ちちゃったわ。はーい、ツェリ様失格。ギュンタ、お前の額に貼り付けた枝は微動だにしないが、一体何でくっつけてあるんだ？ただくっつけただけですが、おそらく陛下への愛の賜物でしょう。陛下への愛では負けてはいなくてよ。コンラッド、枝を返してちょうだい。そうムキにならないで。その行為に意味はないんですから。あら、そうなの？確かに宿り木の下に同時に立った二人は、たとえ恋人同士でなくてもキスできるというしきたりがあるにはあります。しかし小枝は自分の頭につけるものではなく、ほら戸口の上、例えばあの辺りに飾るものなんです。そうすれば同時に扉をくぐったものなら誰にでもチャンスがあるでしょ。なるほど、平等でかつ競争ということですね。勝ち組と負け組が出るというわけだな。仕方ないわ。愛の前では誰もが平等ですもの。平等すぎて気の毒なくらいだな。男と男と超年上で、その上選ぶ権利もないとは。つかぬことを聞くようだが、陛下のお気持ちの確認は？あいつはお子様だから、こちらが主導権を握らなくてはな。私を拒否する殿方はいなくてよ。せめて一度だけでも夢を見させていただきたいのです。理屈はともかくやったもん勝ちってことか。そう。じゃあくくりつける紐か何かを取ってきますから、とにかく冷静に待っていてください。そんなことを言って逃げるつもりじゃないだろうな、コンラート。まさか俺が逃げた後に勝手なルールが作られたら、陛下があまりにお気の毒だろ。陛下、ついにこのギュンタ、ひとときの幸せを手にすることができるのですね。これで名ばかりの婚約者生活ともおさらばだな。普段と違う僕の魅力にユーリがメロメロになることは間違いない。楽しみだわ。陛下の唇ってきっと柔らかくて甘いんでしょうね。陛下。お医者様でも苦節の言っても恋の病は治りやせぬ。あちょいなちょいなか。いい湯だな。極楽極楽。魔王になって何が良かったって、この俺様専用大浴場だよ。さてこれで風呂上がりにコーヒー牛乳があったら言うことなしなんだけどな。コンラートったらどこに行ったのかしら。まさか陛下を連れてお二人で逃げたとか。婚約者であるこの僕がキスしてやろうと待っているのに逃げるわけがないだろう。その落ち着きのなさは余裕のないものの悲しさだな。そういうあなたこそ手が震えてますよ。きっと私が陛下の唇をいただいちゃうわ。でも二人とも気を悪くしないでね。ボルフはこれからも可愛い我が子だし、ギュンターはこれまで以上にちゃんと陛下にお仕えしてくれるわね。遅い。ああ、すぐに枝を取り付けるから。これでよしと。こっちが公式の宿り木だということにすると、ギュンタ、お前の頭にくっつけてある枝は数に入らないからな。自分の前に立ったからいざ口づけをなんて陛下を困らせたりしないように。そんなこともちろん分かっています。陛下が向こうの廊下を歩いて来られたらタイミングを測って俺が合図を出すから、その声で一斉に走り出す。でちょうど同時に戸口をくぐれた者の勝ちというわけ。どうだ？シャンシャンが陛下の熱い口づけを賜れるんですね。今から興奮してどうする？やめろギュンタ。大体お前にだって立場というものがあるだろう。王であるユーリと教育係のお前とでは身分の違いが。身分という角度から考えるならば、王子殿下であった1年前はさておき、現在は
あなたも私も同格のはず。僕はあいつの婚約者だぞ。愛に進展のない婚約者よりも揺るぎない信頼を得ている腹心の方がずっとマシです。なんだと。ああ、やめろよ二人とも。質問。母上、何か不明な点でも？いいえ、方法はよーくわかったわ。でもね、あなたはどうするの？何がです？コンラードは陛下と口づけしたくないの？あんなに可愛い陛下なんですもの。何も感じないわけないわよね。俺は特にそういう感情は。さ、女王陛下、かかとの高い靴は脱がれた方がよくありませんか？そうね。そうじゃなくて、コンラード、本当に競技に参加しなくていいの？後になって一人で泣いたりしなくて？しませんよ、もちろん。というか、クリスマスは競技でも勝負事でもないんですけどね。変ね。私の目に狂いはないはずよ。もしそうなら、私が泣く泣く交代してあげてもいいのに。母上、もういいではありませんか。自ら敵を増やすこともない。陛下の足音が近づいてきました。何も聞こえないぞ。まだまだ愛が足りませんね。お前の耳が腐っているのだろ。本当に来た。やっぱ風呂上がりには牛乳だよな。腰に手を当て男らしく一気にグイッと飲むべし飲むべし飲むべし。きよしと言ったら東洋だとくらい。胸には必須のお風呂グッズを抱え、特注の浴衣に丹前姿、首から手ぬぐいをぶら下げた陛下が上機嫌で接近中。ああいう格好でホテルの廊下を歩いてセクシーがられてたのは日本人だったんだな。ご尊顔が拝めません。眩しすぎます。確かに風呂上がりでピカピカツヤツヤだ。濡れた髪の色も戦場的だな。歌なんか歌っちゃって。陛下ったら可愛らしいお方。いや、みんな目も耳も奪われてるな。あれどうしちゃったの皆さんお揃いで。しかも真面目腐って横一列に並んじゃってさ。まだかコンラート。あと少し待たないとうまく一致しない。いよいよですね。負けなくてよ。何してんの？ドア開けっぱなしにして。せっかくの暖炉の熱が台無しじゃん。位置について用意。陛下！うわ、何？3人4脚かなんか？横一列の綺麗なスタートが決まりました。第27代魔王陛下の唇を奪えステークス。1枠は陛下一筋愛の誉れ、2枠は愛のためなら世界中を走り回るセクシークイーン、3枠は恋を知って変わったかわがまま風。さあ背の高さを生かし愛の誉れがわずかにリードか。陛下一筋の私に何とぞお情けを。陛下、びっくりしたその瞳も可愛らしいわ。ユーリは僕の婚約者だぞ。誰にも渡すものか。さあゴールは目の前だ。おっと、ここで大外からスルスルっと上がってきたのは。何すんだよやめろよもう。せっかく風呂入ったのによだれでベタベタになっちゃうだろ。なんだよ青、追っかけてきちゃったのか。よせお前。耳を噛むな耳を。鼻差で1着を勝ち取ったのは漆黒の影のごとき頑丈なボディを誇る淑女。宿着の真下で主人に寄り添って、いや実に感動的な光景だね。そんなこんなところに馬がいるはずが、馬屋には鍵がかかっているのに。不思議だね。馬屋の扉が開いてるなんて。まさかこの後先ほど部屋を出た隙に。一度警備を見直さないと。コンラード、私の純情と陛下への忠説をこんな形で。ひどい。陛下をお乗せすることができるのならば私だって。
ユンタ、とりあえず涙と鼻水を拭けよ。僕は認めないぞ。馬ごときがクリスマスとやらの恩恵を受けるなんて。そうは言ってもボルフ、クリスマスの主役であるジーザス・クライストは馬小屋の貝羽桶で生まれたという話だぞ。そんなことは関係ない。馬ごときに馬ごときではなくてよ。だってあの馬はあんなに陛下を愛しているんだもの。母上だからといって。いいえボルフ、愛が全てよ。そういうことにしておきますか。愛の前では誰もが平等。魔族も馬も関係ないわ。こんなの認められるもんか。青のやつやっと馬小屋に帰ってくれたよ。なにテリ様、握り拳突き上げちゃってまた新しい恋人ができたの？尻軽の浮気者には教えてやらないね。何怒ってんだよ。浮気なんかしてねえよ。っていうかお前に言い訳する必要もないんだけどさ、男同士で婚約者っていい加減勘弁してくれよ。何ですかこれは。二人の声だが成長しているぞ。なんだギュンタ、それ新しい魔術？違います陛下。あ、寄生が始まった。本当に寄生植物の宿り煮を使っちゃったんだな。のんきね。今度はとったら。夜なギュンタ、映るじゃり。映りませんからプログラム、これを混ぜて焼き払ってください。そんなことしたらお前も丸焦げだぞ。なあギュンタ、それ何？新しい宴会芸？枯れ木に花を咲かせましょうってやつ？私まだ決して枯れてはおりません。お疑いなら陛下ご自身でお確かめください。望み通りに燃やしてやる。うわー、ジャッジ。まだ何もしてないぞ。焼けた栗が弾けて宿り木に当たっただけだ。熱くない。今度だとそのヒカキボはまさかそんなもんで。じっとしてないとやけどするぞ。ギュンタ、あなたの陛下への愛、しかとこの目に焼き付けてよ。焼かれる父さん。うわコンラッドが暖炉から取り出した熱々の火かき棒をギュンターの毛根じゃなくて宿り木の根っこの中心に押し当てて騒ぎは収まった。ところがたまたま廊下を通りかかった女の子が地球の祭りの凄まじさを覗き見て使用人仲間に話しちゃったんだって。おかげでこの後しばらくフォンクライスト教ギュンターは密かに不本意なあだ名で呼ばれることになったらしい。宿り木の君って。そんなこんなで新魔国でもクリスマスお開きとなりました。ねえ、俺へのプレゼントはどこよ。ねえ、プレゼントは？